今回はやる気を出して行動量を増やすためにコントロールするべきドーパミンについて解説をしたいと思います。ドーパミン、これは脳内物質のことで、このドーパミンがあることによって私たちはやる気を出して行動を起こすことができるわけですけれども、多くの場合このドーパミンというものは勘違いをされているということもあり、今回それらも含めて解説をしてみたいと思いテーマとして選びました。ドーパミンは脳内物質として私たちの快楽の部分に影響をするというふうに誤解されていることもあり、チョコレートを食べたりとかギャンブルに当たった時とかタバコを吸ったりアルコールを飲んだり、こういった時にドーパミンが出るだろうというふうに思われています。これは因果関係的にはそれらの行動にドーパミンが関与しているということはそうなんですけれど、その快楽を求める行動を期待したそれらが手に入ると思った時にドーパミンが出るということです。ですので私たちは欲しいものが手に入るとか、そういった快楽を与えてくれるものを期待してそれらが手に入るというふうに予想した場合にドーパミンが出ます。なので私たちは手に入るという期待を持つだけでそれらの行動を起こそうと思うわけですね。ですのでドーパミンが出ることによって私たちは行動的になり、困難を乗り越えようというようなそうした行動が起こせる、そうした元になるものがドーパミンとなります。ドーパミンは私たちの意志力や集中力というものに影響を与えます。この意志力や集中力というものを支配する科学的な指揮者と言ってもいいかもしれません。私たちのこの期待によって分泌されるドーパミンというものは常に私たちの体内を流れているわけですけれども、このドーパミンの量によって行動的になったり、逆に面倒くさくなってやる気が起こらない怠惰な生活をしてしまうといったことが起こるわけですね。このメカニズムはドーパミンのベースラインというものが関与してきます。平常時にドーパミンの量がどれぐらいあるのか、これが高い人は行動的でありやる気がある、そして低いとやる気がなくやる気が全然起こらない、つまらないと感じてしまう、そして行動量が減ってしまうということがあります。これは私たちのこの基礎代謝にも影響を与えますが、ドーパミンのベースラインが高ければ基礎代謝が高く行動的になりますし、食べてもあまり太らない、それだけ多くのエネルギーを使いますので、そうした代謝がいいということになりますが、ベースラインが低いとなると代謝が下がってしまう。なのでそんなに食べてないのにどんどん太ってしまう。これはエネルギーの消費する量というものが低いからですね。なので行動的になれない。行動的にならないことによって代謝が落ちてしまうということもありますが、これは私たちの体の中で厳密にホルモンによって相互作用によってコントロールされてますので、ドーパミンのベースラインが下がれば基礎代謝を下げようというふうに体は調整していきます。なのでそれらは相互に依存しているわけですね。なので基礎代謝が下がってくるとドーパミンのベースラインは下げられてしまうことになりますし、基礎代謝が上がってくればエネルギーをたくさん取っていけば、そしてそれらを代謝できるという体のメカニズムになっていけばドーパミンのベースラインは上がるということになります。このベースラインを上げる下げる、こういったものに影響を及ぼすものは2つの観点があります。一つはこのドーパミンのピーク、これはドーパミンがたくさん分泌される瞬間のことですね。このピークというものとそのピークの後に来る谷、ドーパミンが急激に下がっていく、そして下がった状態からベースラインに戻るまでの間、ここがグラフで見ると谷のようになっていますので、このピークと谷、この考え方がドーパミンをコントロールする上で重要になります。このピークが大きければ大きいほど、そして急激に上がれば上がるほど、その後の谷も大きく、そして長くなります。現代では簡単にこのドーパミンをピークに持ち上げるものというものが手に入る時代です。特にスマートフォンによっていつでも通知が来る、 SNS のいいねがもらえる、オンラインゲームによってさまざまな報酬というものが手に入る、そしてオンラインポルノ、オンラインギャンブルで日常的にはアルコールだとかニコチンだとか、こういったものによってもドーパミンのピークというものは来ますが、昨今はアルコール離れやタバコ離れによってこれらによるピークが起こるというものは減ってはきているものの、スマートフォンの普及によって簡単に代替できてしまう、そして再現がないピークを起こすことが可能になってしまった、そういった時代の背景を受けてピークの後にその谷がより深く、そして長くなってしまうということが起こります。ピークが高ければ谷は深くなると言いましたが、その谷の際に多くの人が犯してしまうさらなる過ちは、
この谷の状態、やる気がない、つまらないという状態からもう一度ピークを得るためにまた同じピークを得るような行動を取ってしまうことですね。なので SNS のいいねをもらってピークが来た。しかしその後すぐに谷になる。するとまた次にいいねをもらえるような行動を取ってしまう。スマートフォンの画面ばかりを何度も見てしまうということを繰り返すことによってピークの後のこの谷を乗り切るためにまたピークを起こそうとすると。するとそのピークの後にまたさらに大きな谷が来ますので、それによってその繰り返しを味わうことによって谷がどんどんと深くなっていき、そして谷からベースラインまで戻ってくる時間も長くなり、そしてベースラインそのものが下がってしまうということが起こるわけです。これはまるで借金をして返そうとするといったような借金を重ねてしまう状態に比喩的には近いかもしれません。ドーパミンが下がってしまう、ドーパミンのベースラインが下がっていくことを何とかしてピークをどんどんと手軽に取っていこうとする行為によってベースラインそのものがどんどんと下がっていくということが起こります。これは一体じゃあどうすればいいのかと言いますと、先人の知恵としてこれらをどう乗り越えるかということを今までさまざまな宗教的な観点からも教わってきましたが、わざと不快なことをする、これは自ら不快なことを望んでするということで、特に身体的な不快なことの方が効果があります。なぜならこれは精神的な不快で効果はあるんですけれども、精神的な不快というものは客観的に見て判断がつかない、自分の感覚によるものが大きいので、なので効果が安定しないわけですね。ある時には不快に感じるけれども、ある時はそれほど不快に感じないといったことが精神的な不快の場合は起こりますので、できれば安定的に不快の状態というものを外部から見ても分かりやすく計測できるものとして身体的な不快の方がコントロールしやすいということになります。で、具体的にどういうようなものをするかといいますと、ドーパミンデトックス、最近だと YouTube やインターネット等の情報でも多くの人が実際に実践したような体験談とかもありますので、検索してもらえれば出てくるかと思いますが、ドーパミンを出すようなもの、そういった行いやそういった物質というものを日常の生活の中から断っていくということですね。分かりやすく簡単なものだと SNS をまずやめると。それは一定期間でいいので1ヶ月などを自分の中で決めてやめると。やめる前に多くの人に SNS やめますと宣言をして1ヶ月やめるとかでもいいわけですけれども、そうした簡単にドーパミンがピークを取れてしまうものというものを一旦断ってしまう。なのでスマートフォンのゲームも削除する、そして SNS から距離を置く、そしてスマホの通知を全てオフにする、そしてネット上のオンラインポルノやギャンブルというものもやめる。お酒をもし飲んでいる人であれば一旦その決めた期間はアルコールを断つ、そしてタバコも断つ、ニコチンを断つ、こういったことをすることによってまずドーパミンが簡単にピークを取ってしまうようなものをやめるということですね。で、次に断食、一定期間全く食べないということよりも、今だと半日断食とか16時間断食とかありますが、食べないという時間を持つことによって身体的なストレスというものがきますので、その後食べた時にそれほど美味しくないもの、あるいは日常的に自分が好きだとそれほど思ってなかったようなもの、特に食べるものなので健康的なものの方が望ましいわけですけれども、その健康的なものが自分があまり好きじゃない、そういった場合でも一定時間断食をした後であれば美味しく感じるはずなので、そのようにして自分の体に不快な状態というものをわざと選択的に行ってみてください。そしてこれは別のエピソードで私は別の観点から触れましたが、冷水シャワー、これを浴びる、これによって身体的なストレス、不快な状態というものが起こりますので、それによってその冷水シャワーの後ですね、ドーパミンのベースラインというものが上がるといった研究があります。自己規律を身につけたいという時に冷水シャワーを浴びるのがいいですよというふうに紹介されていることに対して、冷水シャワーを浴びること自体によって自己規律というものを得ようとするという考え方は、その冷水シャワーの使い道としてあまり正しくないですよという言い方をしたんですけれども、冷水シャワーそのものを否定しているわけではありません。このドーパミンのベースラインを上げるといったような効果を狙うのであれば冷水シャワーは効果があります。そして運動ですね。特に強い体に対する負荷の大きいウェイトトレーニング、こういった高重量を扱うようなトレーニングであれば身体的な負荷というものが大きいですので、それ以降ですね、運動の後にドーパミンのベースラインが上がるということが起こります。こうした身体的な負荷をかけるということによって私たちは相対的に快か不快かというものを判断してますので、そうした強い不快の後には
弱い不快でも楽に感じるわけですね。努力や課題が楽に感じられるようになるということになります。するとわずかな今までだと面倒くさいなと思っていたことでもさらに強い不快というものをやることによって簡単に感じるようになるというそういったメカニズムがあります。これは昔からこうして行為を解いてきたような逸話というものはたくさんありますので、楽なことをするよりもあえて難しいこと、あえて苦しいことをやることによってむしろ私たちは幸福感を感じて人生をより豊かにできるといったような発想ですね。これらはこのドーパミンのベースラインによって私たちは行動量を増やしたり、そして幸福感を感じたりということができるわけですね。このドーパミンのピークを一切取らないという、それはそれで人生の楽しみの大半をなくしてしまう恐れもありますので、このピークそのものをやめましょうというのではなくて、あまりにも安易にピークを取ってしまうことのリスク、これを理解して過度にこのピークを取るものに頼らないようにしましょうということですね。やる気が起こらない、そしてつまらないと思っている場合は、その直前にドーパミンを急激に上げるような行為を取っていた恐れがありますので、そうしたものをなるべく減らして、そして不快なことや体に対して負荷のかかることをやることによって、その後のベースラインを引き上げていけば、そのベースラインが高い状態であれば、ドーパミンのピークほどの強い刺激はなかったとしても行動的になったり、そして基礎代謝も上がり、そして私たちの思考力をさらに増やしてより充実した考え方やもともと持っている身体的なポテンシャル、認知的なポテンシャルも含めて引き出すことができるということです。ドーパミンはこの前頭前野という私たちの理性的な判断をする部位にも影響をしてますので、苦しいけれども自分の成長につながるというふうに考えることによって、この不快であるという状態であったとしてもドーパミンを分泌させることができます。でその具体的な方法は先ほどドーパミンデトックスや断食や冷水シャワーと言いましたが、それらに加えてさらに取り組めることとしましては、質のいい睡眠を確保する、そして朝の日光浴というものを積極的に実践する。これを目覚めた瞬間に強い光を目に入れることによってドーパミンがその後1日の中でベースラインというものを高くすることができます。そして結果ではなくてプロセスに焦点を当てるような取り組み方、作業の仕方をするということですね。これは前回のエピソードで言いましたが、私たちの内的モチベーションと外的モチベーションの違い、そしてそれらの使い分けというものの中でも話しましたが、内的モチベーションを見出して取り組んでいる時というのはピークが小さいですがベースラインが上がるので長続きします。外的モチベーションの場合はピークが大きいですけれども、その後の谷も大きいのでベースラインが下がるわけですね。これは外的モチベーションによって駆動された場合は、その外的モチベーションになるような報酬というものを減らされていった場合にモチベーションは著しく下がるというこうした現象にも見て取れます。前回でもお話ししましたが、園児たちに絵を描くということをさせる際に絵を描いた後に報酬を上げる、これはお菓子をあげたりとか褒めたりとかといったような外的な報酬を与えるというようなことで絵を描かせたグループと、もう何も言わず褒めることもなく、そして外的なモチベーションもなく、ただ絵を描いてどんな気分だったのかとか、絵を描くプロセスをどんなふうに感じたのかといったことをヒアリングするだけのグループ、この2つに分けて観察をしたところ、外的な報酬をもらって絵を描いていたグループはその外的な報酬を減らされたり、あるいはなくしたりすると絵をもうそれ以降描かなくなってしまったといった結果になりました。しかしその作業そのものにフォーカスを当てたようなインタビューをした場合は、その絵を描くという行為そのものに楽しさを見出すということになり、その後も絵を描き続けたというそういった結果となりました。これはドーパミンのベースラインの問題ですね。外的なモチベーション、外的な動機づけによって外的な報酬を渡されるとピークが大きい。しかしその後谷も大きい。するとベースラインが下がっていく。なので報酬がもう手に入らないというふうに思うとやめてしまうということが起こるわけですね。単純な作業やあるいは一時的に苦痛を伴うようなものであれば外的な報酬は効果をなしますが、しかし長期的に取り組み続けなければならないようなものに関しては、こうしたドーパミンのピークが大きく作用するような外的な報酬によって動機づけをするというのは逆効果になるわけですね。内的モチベーションと外的モチベーションというこの考え方によって内的モチベーションの方がクリエイティビティが発揮され想像力が発揮できるというのは
ベースラインが上がることによってピークは小さいけれども長く持続して取り組み続けることができる。そして特に内的な動機ですので、報酬は知らなかったことを知ることができる。そして自分が成長していく。そして見る世界とか視野が広がる。こういった自分にとっての報酬は自分の内側で起こることになっていると。これによって対象となるものに注視し続けるよりも、知らないところとかあるいは見ていなかったところにも目が向くようになるので、学習するスピードも速く、そして柔軟性が高いので、今まで思いつかなかったことを新しく思いついたり、そして失敗してもいいのでトライをし続けるということを積極的に行うことができるわけですね。これがドーパミンのベースラインが高くなるメリットになります。で、逆にドーパミンのベースラインが下がってしまった場合、外的な報酬で上げられた後に谷が来て、そしてベースラインが下がってしまった場合には、基本的にもうやる気が出ない、つまらないと思ってしまうということが起こりますので、報酬が右肩上がりにずっと上がり続けるみたいなことを、そして高頻度で行い続けなければ、それらのドーパミンのラインというのはどんどん下がり続けます。そしてドーパミンも容量依存ですので、ドーパミンを上げた後に同じだけのドーパミンの量を上げても効果は以前よりも薄いわけですね。しかし私たちの肉体的な限界というものすぐに来ますので、なのでドーパミンを前回と同じだけの量を分泌したとしても、前回ほどのやる気、前回ほどの喜びというのは来ないわけですね。ですので、より強い刺激、より強い報酬をというふうに過剰に求めていくことになり、そして実際にはそれだけの報酬を右肩上がりに上げるということは、現実的には不可能ですので、そうなるといずれすぐに枯渇してしまって、やる気というものは一気に谷の方に落ちて、その谷によってベースラインが下がってしまった。これから復帰することができなくなってしまうということが起こります。この谷の乗り越え方ですけれども、基本的には谷は苦痛なことをして乗り越えるというのが一番いい方法なんですけれども、それをしないとしても安易にドーパミンを上げるような、ドーパミンのピークをもたらすようなものに手を出さないようにしてください。それをしてしまうと、かえってその次に来る谷はさらに長く、そして深く谷が起こりますので、そうなるとさらにベースラインが下がってしまうという悪循環に入ります。ですので、その場合はそっと待っておくか、次なる行動に関しては内的モチベーションや不快なことを積極的にやって、ベースラインというものを引き上げるということをやってみてください。多くの場合ですが、例えばタバコにしてもアルコールにしても、それらをやめた時の精神的な苦痛というものを感じるかもしれませんが、それらはピークの後の谷の現象ですね。なので谷に来てしまった時というのは、やる気もなくドーパミンを上げるようなものを手っ取り早く手にしたいというふうに思って、そういったものに手を出してしまうことがありますが、そうしたドーパミンをピークに上げるような行為というものをなるべく身近に置かないようにして、そして選択肢にそうしたものを並べないようにして、身の回りからなるべく排除して距離を取るようにしておいてください。私たちが行動的になる、そしてそれらを継続して自分たちの人生を豊かにしようとした場合には、安易に簡単にピークが手に入るようなものを手にしないようにして、じっくりと時間をかけて、そして自らの知的好奇心だとか、あるいは身体的な成長だとか、こういったものをもたらすようなものになるべく長く取り組み続けるようにしてください。子供を持つ親御さんであれば、子供に対して外的報酬をもたらすのはなるべく避けてください。これはピークをもたらすことになりますので、最近だとですね、便利だからということでスマートフォンだとかタブレットでゲームだとか YouTube を見せ続けるというのは、これは簡単にピークが来ますので、これらによって子どもたちのそのドーパミンのレベルというものを簡単に上げてしまうものというものは避けてください。これらを味わった後はですね、その動画を見終わるとかやめさせた後には急激に無気力になったり、あるいはその谷が深ければまたもう一度見たいと、またもう一度刺激の強いものが欲しいというふうになってしまって、自分の内的な動機づけ、内的な興味というものを自らが探求していくといったようなことが難しくなってきますので、なのでできればドーパミンのピークがそれほど大きくない、しかし子どもにとってみて成長につながるような内容というもので、これは子どもの目線から見てですね、なのでピークが高すぎないものを取り組む中で、自分自身が何か変化や気づきというものが手に入るようなものを選択して、そして共にそれらを一緒に遊ぶ、あるいは教え合うということを取り組んでみてください。私たち大人になった後でも、私たち自身がそうしたピークをもたらすものについつい依存してしまう、ついついそれらを欲しがってしまうという傾向がありますので、
これらを見極めて、これはピークをもたらしてしまうものだなと、ピークの後に谷が来る、そしてその谷を乗り越えられるほどのものでもないといったような判断をする必要がありますので、このあたりの見極めは難しいと思いますが、自らが長期的に見て成長できるかどうか、それによってこの苦痛を乗り越えたいと思うかどうか、そういったものの観点で私たちの行動するべき対象、コンテンツだとか休日の過ごし方とか娯楽としてするような余暇時間のエンターテインメントとか、こういったものを選んでみてください。アメリカの優秀校の学生でも最近はもう本を読めない、本一冊を通して読めないといったような状態が起こっているということですね。これは本を読み切ろうとするモチベーションがもうないということです。本一冊というのは当然ですが簡単にピークが来るようなものではありません。それらをずっと通してみようと思った場合は、なかなかのそのドーパミンのベースラインが高くなければ読み続けられないわけですね。これは昔の人たちの方がドーパミンのベースラインが高かったのかというと、確かにドーパミンのピークになるようなものが昔の方が少なかったので、簡単に手に入らなかったので、そういう意味ではそのドーパミンのピークをもたらすということが少ない分、その後に来る谷も少ないわけですよね、昔の方が。しかし最近は簡単にピークが来るということは、その後の谷が来る回数も今の方が圧倒的に多いわけです。となると本一冊を読み切るというほどの持続力がもうないということになります。これは集中力だとか意志力にも影響を与えます。私たちは何かにじっくりと腰を据えて何かに取り組み続けるということがどんどんとできなくなってきています。これはドーパミンのピークをもたらすものがもう溢れ返っていて、そして低コストで簡単に手に入る時代になってきてしまいました。それらによって私たちは何かを創造的なものを生み出す、作り出す、そして長い時間をかけてでも自分たちの高い集中力を維持して取り組まなければならないという、こうしたアクティビティ、こうした活動がもうできないということになってきています。これが実は顕著に出ているのが大学で、学生たちがそうした今までであれば授業の課題として提示していたような本が今はもう授業の中でも取り扱えないと。なぜなら学生が今まで旧コート通してでも一冊の本を読み切ったというそうした経験すらもない。それらをじっくりと読み切るという経験をしていない。これは授業の中で使われる古典的な本の内容でも抜粋だったりとか要約というものをベースにして授業を組み立てていて、そこから問題が出された。なのでその本が一体どんな本なのかという概略だとか要点は知っている。しかし実際に本を読んだその読書体験というものはないと。そういったことが起こっているわけですね。なので私たちはじっくりとものを考えて、そして熟考して、そして新しいものを生み出すといったようなことからどんどんと遠ざかっていくということが起こりますので、ぜひ皆さんも気をつけてみてください。このドーパミンのピークをなるべく避けることによって私たちはじっくりと腰を据えて、そして私たちの成長に寄与することを選択的に選んで、そして私は読書が最もいいとは言い切りませんが、しかし少なくとも長期的に何かに取り組み続けるというこの意志力や集中力が私たちから奪われ続けているというこの現実に関しては私たちは危機感を持つ必要があると思いますので、ぜひ皆さんの生活の参考にしていただければと思います。私の著作超える技術まだ読んでない人は Amazon でポチって買って読んでいただければと思います。それ以外にもいくつか書籍書いてますので、気に入ったものがあれば買って読んでいただければと思います。本日もお疲れ様でした。